日本国民の皆さん、こんにちは。私たちは世界平和統一家庭連合、社会で取り上げられている旧統一教会の現役2世の集まりです。全国各地から80名の2世たちが集いました。去る3月25日、私たち家庭連合に対して東京地裁は解散命令請求を決定しました。その決定内容を見て、私たち現役2世は大きな心の痛みを抱えました。今日この場を通して全国また全世界の皆様にどうしても2世たちの声を届けたい、そんな思いから僕たちはアクションを起こすことにしました。旧統一教会という言葉を聞けば皆様はどのようなイメージを抱くでしょうか。カルト、反社会的団体、マインドコントロール洗脳、高額献金、これらの言葉がメディアを通して飛び交ってきました。しかしそのメディアの中で決して報道されることがなかった真実の一つの姿があります。それは今もなお10万名の信者の方々が日本国民の一人として今日も日常の生活を送っているということです。私にも妻と3人の子供たちがいます。私は胸を張って伝えたいことがあります。それは私の両親が旧統一教会家庭連合の信仰を持ってその信仰の道を歩んできた結果として私という2世の命が誕生しました。私は2世として生まれたことを誇りに思っています。そして今家族と共に住んで歩んでいるこの一日一日を心から幸せだと思っています。教会という居場所は私たちにとって家庭のような存在であり、私たちの人生そのものであり、もっと言えば命そのものです。家庭連合の法人格を剥奪され解散させられるということは、私たちにとっては命を奪われることと同じです。だからこのまま私たちの心の拠り所、命を奪われたくない、そのような思いで今ここに集まっています。会社が職を失ってリストラさせられたという出来事が起きています。子供たちは学校に行けば先生の口から旧統一教会に対する批判の言葉を目の当たりにしています。すでに社会の一員として生きることが難しい出来事がたくさん起きています。私はこの日本国内において家庭連合の解散を止めることは信教の自由を守ることだと考えています。どうか私たちの声に耳を傾けてください。そしてこのまま不当なプロセスで家庭連合の解散に持ち込まれることがないように、信教の自由が脅かされることがないように、差別や偏見の中で苦しむ人が現れることがないように、私たちは声を上げていきたいと思います。世界に届け2世の声、胸を張って皆様に2世の思いをこれから伝えていきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。私は小学校3年生から6年生にかけていじめにあった経験があります。少し勉強ができない、少し運動ができない、また人と関わるのが苦手だ、そのような理由を持って私は4年間も理不尽な思いをしてきました。しかしそのような私を変えて、私の人生を変えたその転換期を作ったのもまた家庭連合の教えでありました。ムン・ソンミョン総裁とハン・ハクジャ総裁はこのように私たちに教えてくださいました。恩衆を愛する、そしてために生きる。この内容が一見きれい事のように聞こえるかもしれませんし、宗教者のみが実践する内容に聞こえるかもしれませんけれども、
小学生の私はこれを純粋に受け止めながら実践しました。どのような反応をされたとしても愛することに挑戦しながらために生きることを諦めませんでした。そのような中で私は本当にいじめてきた人々を愛した時に私の心が変わっていくことに気づきました。そのように家庭連合は私のルーツとなった場所でもあります。そして私は中学校に入学しながら成績はトップ、そして多くの友人ができ、生徒会を行いながら多くの生徒を引っ張っていく、そのような立場として活躍していきました。私の人生の転換期を作ってくれたそのような大切な場所、そしてその教理を教えてくれたのがまさに家庭連合であります。もう一度言いますけれども、私が26年間関わって見てきた一世の方々は本当に情熱のあふれる素晴らしい方々です。もし報道の内容がその全てが真実で、そしてまたその人々がマインドコントロールをされていて、その姿が虚偽であるならば、私はとっくの昔に信仰を捨てていました。しかしそのお父さんお母さんたちの温かい笑顔と優しさを忘れることができないのでここに立ちました。家庭連合にはために生きるという教えを必死に守りながら、今も困ってる人のために涙を流しながら祈ってる人たちがいます。社会をもっと良くしていこうと汗を流しながら頑張ってる人たちがいます。今この瞬間にも困ってる人に手を差し伸べてる人たちがいます。そこにはテレビで言われてるような洗脳支配一切ありません。しかし今年の3月、東京地裁にて家庭連合の解散が下されました。この行為は私たちの礼拝の場を奪い、信者を犯罪者のように扱い、私たちの生きがいそのものを奪う行為です。私たちは何も悪いことはしていません。ただ信仰を持っているというだけで差別され、犯罪者のように扱われ、社会から排除されようとしています。このスピーチは私一人だけのものではありません。今も見えないところでたくさん傷ついている信教2世たちの声でもあります。どうか私たちの声に耳を傾けてください。一方的な報道の内容だけで判断しないでください。私たちが信じるものがどれだけの愛と希望を生んできたのか、皆さんの心に少しでも届くことを願っています。人は愛によって一つになれる、この言葉を両親から教わりました。そしてこの生き方が世の中を平和にし世界を平和にするんだと人生の希望の光を見ました。そして私は自らの意志でその道を選択しました。少しでも私たちの魂のこもった真実の声に耳を傾けてくださった方々、聞いてくださった方々に感謝の思いを込めて終わっていきたいと思います。ありがとうございました。